お、やってますね。中村橋先生、こんにちは。はい、こんにちは。おお、部長と副部長の対戦ですか。興味深いですね。おお、これは今どっちが勝ってるんでしょう。まだまだ序盤ですから、どちらが優勢ということはないのです。はあ、そうなんですか。先生さ、もう少しヴァンガード勉強したら？申し訳ありません。んなことより、先生が部室に顔出すなんて珍しいじゃねえか。ああ、そうでした。実は学校にこんなものが届きましてね。これってもしかして？はい、ヴァンガードファイト甲子園の申し込み用紙です。ヴァンガードファイト、太陽のビーム、体十分に浴びて、スタンダップさんがそうチャージして走れ、ヴァンガードファイト、レディーゴー、レディーゴー。新しいジェネレーション、巻き起こせレボリューション、未来へナビゲーション、明日を切り開いてブレイクスルー、いけよパーフェクトじゃなくてもいいさ、飛べよ青春の空へ、ヴァンガードファイト、太陽のビーム、体中に浴びて、スタンダップさんがそうチャージして走れ、あいや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 、ヴァンガードファイト、ライドオンザウェイ、何も恐れないで、勝利のカード振りかざせ、最高、あいや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 、ヴァンガードファイト、レディーゴー。登録するファイターは愛知に俺、コーリン番長、あとついでにコウモイ。どうして僕がついでなのですか？せーな、ちゃんと書いてやってんだから文句言うな。ちゃんとって、あんた字下手すぎ。いいんだよ、少しぐらい字が下手だろうが間違ってようが、こういうのは勢いだ。気合さえ入ってりゃなんとかなる。あとはよろしく。はい、まあ大丈夫でしょう。じゃあこれは私の方で出しておきますね。では。よっしゃー、いよいよ VF 甲子園だぜ。燃えてきた。燃えるのは勝手ですけど、真っ白に燃え尽きないようせいぜい気をつけてくださいなので。ああ、なんか言ったが刈り上げメガネ。聞こえませんでしたか？字が汚いだけでなく耳も遠いのですね、この突っ張りもどきは。なんすか？もう2人とも VF 甲子園は団体戦なんだから、部員同士仲良くしなきゃ。これ部長命令だからね。ったく、先が思いやられるわ。ではここで改めて VF 甲子園について説明しておくのです。大会には日本全国から4000を超える高校が参加します。4000校？はい、ヴァンガードの普及に伴って参加校は年々増えていますから、このくらい当然なのです。そうなんだ。僕たちが最初に突破しなければならないのはブロックごとに行われる地区大会なのです。この地区大会に優勝して初めて本大会に出場することができるのです。まずは地区大会か。情けねえ声出してんじゃねえよ。俺たちなら地区大会ぐらい楽勝だっての。甘いのです。あ？僕たちの所属する関東第3ブロックは本大会の優勝候補もいる激戦区なのですよ。ということは何か？全国大会の決勝で当たるような学校といきなり戦わなきゃならねえってことか？その通りなのです。同じ地区にそんなすごい学校が。残念ですが。すげえラッキーじゃねえか。戦う時には強えやつから潰していく。これが俺流
ヴァンガード必勝法よ。おい刈り上げ、その優勝候補の学校どこにあるんだ？僕の調べでは電車で2つ目の駅って僕の名前はコモイなのです。細っけえことはいいんだよ。決まりだ。何が決まったの？偵察だよ、偵察。偵察？相手の情報は仕入れるだけ仕入れる。俺様のヴァンガード必勝法その2だ。偵察ですか。戦力を分析するのは傭兵の基本なのです。突っ張りもどきと意見が合うとは驚きなのです。で、なんてとこなんだ。俺たちの前に立ちはだかろうって生意気な学校はよ。福原高校という私立のエリートなのです。福原。コーリンさん知ってるんですか？まあ行けばわかるわ。ここってフーファイター本部？仙道くん、福原高校はこっちなのです。なんだ、びっくりした。それにしてもフーファイターの隣に学校があったなんて全然気づかなかったな。そっか、コーリンさんが言ってた行けばわかるってこういうことだったんだ。さ、部長も来たことだし偵察開始だ。何？こしゃくな。俺たちの偵察を察知して手を打ってやがったのか。なわけないっての。校内に入るにはあの ID カードが必要ってわけね。やっぱり正式に見学を申し込んだ方がいいんじゃ。もしくは誰かこの学校に知り合いがいれば。仙道愛知ではないか。哲さん。新庄哲。なんだ、知り合いか？新庄哲ってまさかあのフーファイターの。どうしてここに？どうしてはこちらのセリフだが。なるほど、偵察というわけか。いいだろう、少し待ってろ。入っていいぞ。この学校はフーファイターが経営してるんですか？正確にはフーファイター傘下の学校法人が経営を行っているのだ。よくわかんねえけどスケールのでかい話だね。フーファイターは全国からファイターを集めているからな。受け皿となる学校が必要なのだ。俺も去年まではここの生徒だったというわけだ。去年まで？じゃあ今は？福原高校ヴァンガード部のコーチをしている。思いっきり敵じゃねえかよ。てめえ油断させて俺たちから情報を聞き出そうとしてやがったな。興奮しすぎ。相変わらず面白い仲間を持っているな、仙道。番長。別に隠し立てするつもりなどない。ちょうど今日我が校のヴァンガード部は他校との親善ファイトをする予定だ。見ていくがいい。これ学校かよ。その辺でブランド物売っててもおかしくないわね。それよりこのエレベーターどこまで降りるの？秘密結社の地下基地だったりして。でもここって？ああ、我々はフーファイター本部の設備を使っている。仙道は覚えがあるな。はい。あっちの部屋。俺が到着するまで待っていろと言っておいたのに、気の早い連中だ。じゃああれが親善試合？あれは成宮朝か。対戦相手はレオン君？仙道愛知。あら、懐かしい顔だこと。でもどうしてここにいるのかな。そういや、あいつはこの学校の生徒じゃなかったはずだけど。ちょっとファイト中によそ見するのやめてくれない？失礼した。続けよう。
おお、チームドレッドノートと AL4 のこれは見逃せませんです。私のターン。スタンドドロー。五線譜が奏でる物語で魅了されなさい。スターライトメロディーテイマー、ファラにライド。狭間を越える少女にカウンターブラスト。ミラーデーモンをスペリオルコール。聞け、戦いの開幕を告げる旋律を。ファラのペルソナブラスト。ミッドナイトバニーをスペリオルコール。パワープラス3。これでファラは攻撃時パワー2万1000。左右のリアガードもパワーは十分。このターンで決めるつもりかもな。相手の男はダメージ4で手札は2枚。しのぎきるのは難しいんじゃねえか。まずはバーキングケルベロスでティアーナイトラザロスをアタック。ノーガード。インターセプトできるユニットが一つ減っちまった。バニーのブースト。パラで総称竜トランスコアドラゴンをアタック。ノーガード。ツインドライト。レインボーマジシャンドロートリガーよ。パワーはミラーデーモンよ。ダメージチェック。スタンドトリガー。光学小銃のティターンスタンド。パワーはトランスコアドラゴン。パワープラス5000。けどバニーがブーストしたアタックが成功したためスキル発動よ。バニーのソウルにおいてカウンターブラスト。パープルトラピージストをスペリオルコール。ケルベロスソウル。スペリオルコール。なるほど。一旦ソウルに移動させてからスペリオルコールすることでスタンドさせたのか。珍しく飲み込みが早いですね。まあ見たまんまなのですが。だったこれでケルベロスはもう一度アタックできる。さすがは AL4 のアサシンと呼ばれたファイター。わざわざ日本まで来た甲斐があるというものだ。その余裕いつまで続くかしら。パープルトラピージストのブースト。ケルベロスでトランスコアドラゴンをアタック。ティターンでインターセプト。ダークメタルバイコーンのブースト。ミラーデーモンでアタック。ガード。ターンエンド。すごい。ペイルムーンデッキが得意とする連続攻撃を見事に使いこなしている。でもそれをしのいでみせたソウリュレオン、さすがだね。けどまだピンチを出したわけじゃない。どういうことだ。彼の手札は1枚しかなく、前列は左右ともにユニットがいないのです。次のターンに2ダメージ与えることができるかどうか。そっか、それができなきゃあの姉ちゃんの次の攻撃で。そういうことなのです。でもこのターン何か起きそうな気がする。スタンド&ドロー。いかなる困難をも覆し勝利の栄光をもたらさん。それぞ使命。ラストカードレボンにブレイクライド。レボンのパワープラス1万。発光信号のペンギン兵をコールしソウルブラスト1枚ドローする。奇跡通信のラッコ兵をコール。ティアーナイトテオを移動しカウンターブラスト。レボンにパワープラス2000。このスキルを4回使う。パワー29000。ミラーデーモンを攻撃。先人のブレイブシューターのブースト。ペンギン兵でケルベロスを攻撃する。これで姉ちゃんはインターセプトできなくなったな。でもまだ手札が5枚あるのです。
インターセプトできなくてもここはガードだけで。ラッコ兵のブーストしたレボンでファラを攻撃。ヴァンガードにアタックした時スキルが発動する。ブレイクライドの効果によってこのバトル中貴様は手札を使用したガードができない。なんだと、なんつう反則っぽいスキルだ。早合点するはな。まだスキルは確定していない。この効果を回避するには手札を1枚捨てるしかないが、もちろんドロップするに決まってるでしょ。レオン様の攻撃がこれで終わりだなんて思わないでほしいわね。そうそう。何？レボンが攻撃をした時、前列にレストしたユニットが3体。発動条件は揃ったよ。英雄は常に最後にやってくる。限界を打ち砕く切り札を伴ってレモンのリミットブレイク。パワープラス3000、クリティカルプラス1だ。カウンターブラストたった1枚でパワーだけじゃなくクリティカルも上昇だと。朝香さんは手札だけであの攻撃を防がなければならない。やっちゃってください、レオン様。いっけおかしなピエロ2枚、バニー、レインボーでガードよ。手札は全部使い切った。これでシールドは41000、パワーは37000だから。トリガーさえ出なければ。いいだろう。ツインドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック、ヒールトリガーだ。ダメージを回復しレボンにパワーを与える。ラッコ兵の5000を合わせ合計パワー42000だ。ファラを攻撃せよレボン。すげえ。さすがね。いや、今のはトリガーの差、運が良かっただけだ。それにそのデッキ実戦に使用するものではないのだろう。さあどうかしら。久しいな仙道愛知。久しぶり。相変わらず強いね。貴様が言うか。え？あの時は世話になった。いえ。なんだコーチのおっさんだけじゃなくこいつとも知り合いなのか？何を言ってるのです。 VF サーキットでチーム Q4 と熱戦を繰り広げたドレッドノートを知らないのですか？ドレッドノートかっこいいじゃん。でも知らねえ。たまには月刊ヴァンガードを読むのです。何怒ってんだよ。けどどうして日本に？俺たちは今香港のハイスクールに通っている。香港のハイスクール？そうそう。シンガポールの SIT と同じくヴァンガードの研究で世界的に有名な学校よ。俺は蒼龍の子だ。アクアフォースの有名を轟かせるため日々研鑽を積んでいかねばならん。ただしもう風を読み違えるようなことはしない。今回日本に来たのはハイスクールの意向なの。 VF 甲子園は日本国内の大会だけどそのレベルの高さから世界が注目しているのよ。そうそう。そこで今年からはほんの一部だけど海外からの参加も可能になったの。じゃあ。ああ、俺たちは VF 甲子園に出場するために来た。仙道、貴様らと対戦する可能性もあるということだ。楽しみにしているぞ。でもどうして福原高校に？俺が招待した。大会が始まる前に日本に慣れておくのもよかろうとな。本音は偵察するためでしょう。でしょう。ま、そういうことだ。別にいいけどね。隠す必要もないしさ。さて次は私の番ね。誰が相手してくれるのかしら？すまんが次は宮地学園の実力を見せてもらいたい。私のファイトはどうなるのよ。ジリアンプンプン。何
のんきなこと言ってんのよ。あんたのファイトもなしなんだよ。心配はいらん。時間ならたっぷりあるのだから、後でいくらでもやればいい。だってさ、さて、誰にファイトしてもらおうか。俺がやる。一方的に偵察したんじゃフェアじゃねえからな。宮地学園の秘密兵器の威力見せてやるぜ。秘密兵器？ほう、勇ましいな。名前は？石田直樹。 VF 甲子園の台風の目になる男だ。いいだろう。では相手はそうだな。竜凪、どうだ？竜凪って。やるわ。ちょうどいい退屈しのぎになりそうだもの。スイコさん？なんだ？また知り合いかよ。彼女もウルトラレアのメンバーなのですよ。まさか3人目にも会える日が来るなんて。どうしてスイコさんがここに？私やレッカと一緒よ。タクトがこの学校に通わせてるの。じゃあコーリンさんが福原高校を知ってたのって。そう、スイコが通ってるからよ。楽しそうね、コーリン。あ、何のこと？愛知くんと一緒で。何言ってんの。これはタクトが決めたから仕方なく。ああ、私も愛知くんと一緒が良かったわ。お、何かしら？あんたセーラー服は無理がねえか？あら、面白い子ね。ほんと面白すぎて可愛がってあげたくなっちゃう。両者準備はいいな。ああ、いつでもどうぞ。ではスタンドアップバンガード。何万回でも負けない気持ちどうして輝く未来へないまっすぐな君が好きだよ。泣いても笑っても一度きりの真剣勝負本気です。ほら火花散らせ。スイコってやつすげえ実力者だ。セーラー服姿が微妙だけどやるな。ああ、石田、お前はどこまでおバカなのです。黙ってファイトができないんですか？でもスイコさんの実力を見せてもらえる絶好の機会。これはチャンスだよ。次回強豪福原高校。トリッキーな動きをするエンジェルフェザー直樹くんはどう立ち向かう？このセーラー服強え。ちょっと無理があるけど。まだ言うか。